ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げるのはウクライナ関連ニュース。ロシアにおいて兵士をどうやって確保しようか、様々な政策が打たれているので、それを取り上げていこうと思います。また一方において、ウクライナ軍を支える砲弾、これが一体どこから出てきているのか、この話についても取り上げていこうと思います。それでは、今日の戦況からまずは見ていきましょう。こちらの地図は戦争研究所の発表しているもので、赤く塗られている部分がロシア軍の占領している地域です。そして丸印が付けられているところが激しい戦闘が起こっている場所。まずは一番北のクレミンナから。クレミンナにおいてはウクライナ軍が反撃をしてかなりロシア軍を押し返すことができました。そのためクレミンナからリマンへと向かうロシア軍の動きは完全に抑制された状態です。ただし、反撃のその先、クレミンナを攻略するかもしれないという話があったのですが、現在のところウクライナ軍はある程度押し返したところで動きが止まっており、街を攻略するほどの大規模な戦力は投入していなかったようです。そしてその南バフムト。バフムトにおいては引き続き市街戦が展開されています。ロシア側のワグネルによれば、制圧地域は街の 80% 以上に達したと宣言しています。ただし、戦争研究所はこの発表に対して、交戦地域も含めて 80% という見方を示していることから、実質的にはそこまでの前進は見られていないと評価しています。その南アウディウィーカ。アウディウィーカに対する攻撃も継続的に行われていますが、今のところ大きな変化はなさそうです。その南マリンカ。こちらも同じように攻撃は受けてはいますが、ロシア軍の大きな前進は見られず、一進一退の攻防といった感じです。そしてその南ブフレダルなのですが、ここ最近ブフレダルに対する大規模な攻勢が行われていないようです。以前の動画でも取り上げましたが、ブフレダル攻略を目指したロシア軍は完全に叩きのめされてしまい、軍司令官が更迭される騒ぎへと発展しました。どうやら現在のロシア軍にはブフレダルに対する攻略をする、その意図すらも現在は放棄している可能性があります。次にロシア本国における兵士をどれだけ集めるか、そのための政策も見ておきましょう。ロシア、徴兵令状を電子化、対象者の出国も禁止、再動員の準備観測も。ロシア会員は従来は紙で徴兵対象者に直接交付されていた招集令状を電子形式や郵送形式でも交付できるようにするとともに、令状を交付された国民の出国を禁止する一連の法改正案を可決した。これを受け、ロシア上院も法案審議を開始するが、可決は確実。法案はその後、プーチン大統領の署名を経て施行される見通しだ。ウクライナ侵略でのロシア軍の苦戦を背景に、プーチン氏が昨年9月、30万人規模の予備役を招集する部分的動員を発動した際は、令状の受け取りを避けようと行方をくらましたり、国外に脱出したりする動きがロシア国民の間で広がった。政権側は法改正で、こうした事態を防ぐ思惑とみられる。徴兵制を採用しているロシアでは、徴兵は成人男性の義務とされており、今回の法改正も徴兵作業の円滑化が目的だと説明されている。しかし、国内には追加の動員に向けた準備ではないかとの観測が拡散。ペスコフ、ロシア大統領報道官は追加動員の予定はないとし、国民の疑念の打ち消しを図った。タス通信によると、法改正により招集令状は対象者の自宅への郵送や、ロシア政府サイト上の国民各自のページへの送付が可能になる。郵送や電子送付がなされた時点で、令状は交付されたとみなされ、徴兵当局に出頭するまで出国が認められなくなる。交付から一定期間内に出頭しない場合、自動車の運転や不動産登記、ローンの借り入れなどが認められなくなる。兵士を育てる、そのための政策として、徴兵だけではなく、志願兵を集めるという政策も実施されています。ロシア40万人規模、契約軍人の募集開始。軍事作戦の地域では、報酬は日本円で月額約34万円から。ウクライナ側の大規模な反転攻勢に向けた動きも指摘される中、ロシアでは40万人規模とされる契約軍人の募集が始まっています。大型スーパーマーケットの入り口にも募集のポスターが貼られています。地元メディアなどによりますと、ロシア国防省は今月から契約軍人の募集を開始、年末までに40万人の動員を目指すとしています。対象は18歳以上、報酬は軍事作戦の地域では月日本円でおよそ34万円からとなっています。街頭で意見を求められた市民は、経済状況が悪化すれば仕方なく行く市民もいると思います。
去年の動員では多くの国民が国外に脱出するなど混乱が広がったこともあり、プーチン政権は今回あくまで志願兵の位置づけで兵員を補いたい考えですが、独立系メディアなどは地方当局に対し事前に採用人数が割り当てられていると報じています。ここまでロシアの動きを伝えてきたわけですが、一方、ウクライナを支える砲弾の調達方法にも大きな動きが起こっています。ウクライナ支援原則に変わりなし、アメリカへの砲弾提供は貸与。ロシアの侵攻を受けるウクライナへの支援で、砲弾の在庫が不足しているアメリカに対し、韓国が売却ではなく、貸与の形で砲弾を提供することが分かった。ウクライナを支援する国際社会の動きに足並みを揃え、同盟関係のアメリカを支援する一方、ウクライナに殺傷兵器を直接提供しないという原則も守るため、こうした形を取るものとみられる。貸与の数量は33万から50万発程度と推定される。貸与期間については、アメリカが返却分を確保するのにかかる期間などを考慮して、流動的に設定されたとの見方が出ている。返却の方法も、アメリカまたは第三国での生産分を充てる。あるいは、韓国への現金での支払いなど、複数の形が考慮されているという。アメリカは昨年も韓国製の砲弾を輸入した。ウォールストリートジャーナルは昨年、アメリカが韓国から155ミリ砲弾を10万発購入し、ウクライナに届ける計画だと報じた。その後、追加提供に向けた協議も韓国のメーカーとアメリカの間で行われていた。政府がアメリカに輸出ではなく、貸与の形で砲弾を提供するのは、アメリカ経由でのウクライナへの殺傷兵器の迂回支援と移る可能性をできるだけ小さくするためとみられる。貸与の形を取れば、仮に韓国製の砲弾がウクライナで使われていることが判明して、ロシアの反発を招いたとしても、アメリカに砲弾の返却を要求できるため、輸出するよりは動きが取りやすいと政府は期待している。ロシア軍の冬攻勢によって、ロシア軍は多くの弾薬と多くの戦死者を出しました。しかし、それらと引き換えにする形で、少しずつではあるものの、占領地を拡大することができました。このことからプーチン大統領は学んだことがあると思われます。それは、兵士の命を投げ捨てれば、ある程度の侵略はまだまだ可能だという考え方です。これに基づいて行われようとしているのが、より多くの兵士を何としてでもかき集めようという話です。まず第一に徴兵についてなのですが、本来であれば徴兵期間中の人たちは戦場へは送られません。しかしこれはあくまでも原則論の話です。例えば2022年においても、本来であれば戦場に送り込まないはずの徴兵期間中の人たちが戦場に送り込まれて、そして戦闘に加わり、遺体となって多くの人々が本国に帰還するという出来事が起こっています。これは一体なぜそのようなことになったかといえば、軍の上官らが君たちこれからは契約軍人だといったような形で徴兵期間中の人たちを契約軍人へと切り替えて、契約軍人なんだから戦場に行くのは当然だというような扱いをしたという話があるのです。ですから今回も徴兵という形で人々を集めるんだけれども、それらの人々の中からこっそりと戦場に送り込まれてしまう人たちがきっと出てくると私は思います。ただ、多くの兵士たちを集めたいという思いはあるものの、追加動員は何とかしてでも避けたいなというのがプーチン大統領の考えなのも読み取れます。それは契約軍人として自ら軍に入ってくださいと呼びかけていることです。これなどはまさにそれぞれの人が自由意志で入ったんだから戦場に送ったとしても何ら問題ないよね。そして死んだとしても自分たちで希望したんだからこれは名誉ある戦士だと言えるわけです。ただ実際問題これら自由意志での契約軍人というのが形だけなのではないかということも指摘されています。それぞれの地域においてどれくらいの契約軍人を集めなければならないか、ノルマが課されていると言われており、そのノルマを達成するために穏やかではない方法で人々を軍にかき集めていくという可能性は十分あるわけです。ではなぜそのようにして追加動員をプーチン大統領が避けているかといえば、動員したい人数よりもそれよりも多くの人々が国外へ脱出する、その可能性が非常に高いからです。これは去年行われた追加動員において30万人を集めたと言われていますが、国外へ脱出した人数はその3倍以上だと言われているからです。ロシア国内において一つ分かっていることは、自分には関係ないところで戦争が行われている分には、
プーチン大統領が好きにすればいいやと考えている人たちが多いわけですが、じゃあ実際に自分に向かって、さああなたは今これから戦場に向かってもらうよという話をされたら、そんなのはごめんだという人たちの方が圧倒的に多いわけです。ですから追加動員をかけるぞとなれば、それに伴ってより多くの国民が出ていってしまい、国家経済が成り立たなくなってしまうのは、やはりプーチン大統領としては避けたいわけです。ですから、見た目上は義務としての徴兵ですよであったり、見た目上は自由意志で集まった兵士ですよという形を取りつつも、なんとか兵士をかき集めようと画策しているわけです。ちなみに、ワグネルの集めた囚人兵なのですが、ほとんどが全滅したと言われている状況で、まだ刑務所に残っている人たちがいます。これらの人々に対する募集も現在は続けられているのですが、ワグネルが集める時の条件としては、半年間なんとか生き残れば無罪放免にしてやるという話だったのですが、現在ではその半年から1年半まで契約期間は伸びており、これからの囚人兵はほとんど絶望的な戦いに臨むこととなります。まあこれらも結局のところ、本当に本人が希望して戦場に出てきているのかは、かなり疑問符がつくところです。一方でウクライナに対する砲弾の支援なのですが、ここに韓国の存在感がどんどんと増してきています。ヨーロッパにおいてもアメリカにおいてもそうなのですが、いわゆる国家間の大規模戦争がこれからはまあ起こらないんじゃないかという思いがそれぞれの国にありました。ですから、対テロ戦争のような、いわゆる一時的などこかの部分に集中的に短期間で戦う、そのようなことが想定される軍隊の方が主流になりつつあったわけです。しかし、現在起こっているロシアとウクライナとの戦争は、第一次世界大戦を思い出すような激しい砲撃戦が長期間にわたって続くというような、明らかに想定された戦い方とは違うものです。ですから、大量に消費される砲弾を何とか埋め合わせようとしても、どんどんと備蓄がなくなっていく、生産が全く追いつかないという状況がヨーロッパやアメリカにおいて発生してしまったのです。このような状況下で大量の砲弾を備蓄し、大量の砲弾を製作できるのが韓国として注目されているわけです。なぜそのように韓国が大量の砲弾や生産能力を持っているかといえば、直面している相手が北朝鮮とその後ろにいる中国ということを想定しているからです。朝鮮戦争においては激しい戦いが行われたわけですが、それらの戦いはまずは地上戦闘がメインでした。そして現在においてもなお、北朝鮮は空軍力や海軍力においては別に見るべきものはないので、陸上の戦闘力、特に大量に保有している長距離砲といったものを考えた場合、砲撃戦が避けられないというのが基本認識となっています。ですから韓国軍は大量の自走砲や榴弾砲、それらを支える莫大な量の砲弾とそれらを補給するための生産能力を現在でもなお維持しているのです。ただし、韓国自身はウクライナに対して直接的な軍事支援は行わないとしています。これはロシアを直接的に刺激したくはないという立場からそのような態度をとっています。しかし今回見られるような直接ではないんだけれどもウクライナに支援する国への貸与という形での支援を取ろうとしています。大量の砲弾を受け取るアメリカにしてみれば備蓄分をその分だけウクライナに送ることができ、そして一応倉庫には韓国から借りた砲弾が一応山積みにはなるわけです。まあなんだか政治的なトリックを駆使したなと思えるわけですが、まあ実質的にウクライナに対する支援国として力を発揮しているのも間違いないので、アメリカとしては別に困ることはないでしょう。ヨーロッパやアメリカにおいても砲弾をどんどんと製造する製造能力の拡張に向けての投資もようやく始まったばかりであり、ウクライナに対する支援としてもまずは現物が必要なのであれば韓国から大量に持ってくればいい。そしてその上で今ある備蓄分をどんどんと吐き出し、間に合わせていこうという動き、これはまだまだ続くと思われます。そうした意味で、国際的な助け合いといったものが、ウクライナを支える原動力となっています。もしも、このような助け合いが起こらなければ、ウクライナに対する支援も、プーチン大統領が考えていたように、もっと早くに支援疲れで頓挫していたことでしょう。というわけで今回の動画はここまで。ロシアのプーチン大統領はもっともっと兵士をかき集めて、なんとかウクライナ軍の反転攻勢に対して耐え、そして再びロシア軍による攻勢を仕掛けたいと考えているようです。
一方で、ウクライナを支える国々においては、それぞれの国の得意とするものを持ち寄ることで、なんとかウクライナに対する支援を強化しようとしています。各国の動きは、戦場での攻防に影響を与えるものです。このような話の中で日本の名前が一度も出てこないような状況というのを、私はとても歯がゆく思っています。日本は人道支援をしているのであり、それは非常に大事なことなのですが、結局のところ、ロシアの侵略を止める力は一切発揮されていないのも事実です。そのことをもうちょっと日本人も考えてほしいなと思います。未来において日本が侵略された時に、果たしてどれだけの国が日本に対して軍事支援をしてくれるのか、立場が変わった時にどうなるかといったことを想像することは非常に重要だと思うのです。というわけで、動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想、コメントよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。まったねー。